本日の労務相談 Q&A を始めさせていただきます。本日のタイトルは SNS による社内情報漏洩防止のポイントということで、ご質問内容としましては、新卒で採用内定された内定者や採用直後の社員が会社内の情報を SNS 上で写真や動画などで公開してしまうことが問題となっています。こうした社内情報の漏洩が起きないようにするために会社が取るべき対策を教えてくださいという内容です。回答ですが、まずこのようなですね、問題というのは最近というか近年というか報道されているところではありますが、基本的な対応としては、まず就業規則上、あるいは入社時の誓約書等でですね、秘密保持に関する制約を取るとか、っていうのは、ごく一般的な対応として行われているところかと思います。場合によってはこれさえもですね、きちんとしていない事業所さんも見られたりはするわけですが、後のですね、服務規律違反であるとか、それに対する懲戒であるとか、そういった流れを考えた場合には、こういった就業規則上の根拠とか、誓約書とかっていうのは非常に重要な位置づけを持っておりますので、そこをですね、まずきちんと押さえておくと。ただ実質的な効果を考えた場合、これがあるからといってもですね、これは全然足りなくて、本人の中に気づきがなかったらですね、行動というものが制御できるということにはなりませんので、文面だけあれば、それで全て OK かというとそうではありません。なので、具体的には、安易にですね、SNS 上でこのような投稿を行った場合には、具体的にですね、企業側として、あるいは社員さん個人として、どんなリスクを抱えることになるのかということを、事例研究等を通してですね、可視化して気づきを与える、いわゆるそのことの重大さをですね、認識させる作業というか、努力というのは必要になってくると思います。この面は、例えば製造業とか建設業では安全衛生面において KYT と言われる危険予知トレーニングとか、そういったものを通してですね、教育研修とかを行っているところですけど、もうそういったものの例に倣ってですね、実際、安易に気づきなく行われたことがですね、最終的には企業の信用失墜であるとか、個人情報の漏洩という部分にですね、つながっていく危険性が十分あるんだよと。いうことをですね、しっかり研修を行う。俗に例えば入社時にそれをやればいいのかというと、当然その時代の流れというのはどんどん変わっていきますし、状況というのは変わっていくところがありますので、例えば新聞報道等で出てきた内容を朝礼とかミーティング等を通してですね、一緒にそういったものを考える機会をですね、作っていくことによって考えさせる機会というものを習慣化し定着させていく必要があるかなというふうに考えます。で、また、先ほどの就業規則という部分において、当然その会社としての含み規律というものを制定して、それに対して違反行為が行われた場合は、懲戒事由というものに該当するようなことであればですね、当然その罰則ということにつながっていきますよという、含み規律違反に対する懲戒ですね、そういった罰則があるんだということも合わせてですね、きちんとリンクさせて知らしめておく必要があろうかと思います。こういったですね、日常の意識づけというものをきちんと習慣化していかないとですね、実質的な防衛策というか、漏洩防止にはつながっていかないというふうに思いますので、むしろその辺にですね、実務面上の力点を置いていただくことが重要かと思います。そして、万が一ですね、違反等が発覚した場合には、やはり重要なのは迅速な対応になろうかと思います。事実確認を行い、原因とか、そういったものをきちんと追求してですね、必要に応じて懲戒処分を行うとか、そういった処分、マイナス面の話もそうなんですが、むしろですね、次同じことが起こらないように再発防止に向けた取り組みというのを、重視してですね、行っていく必要があろうかと思います。そういった意味では、その再発防止につながるような、今回起こった事例というものをもとに、やはり先ほど申し上げたような朝礼、ミーティング等、教育研修の機会を通してですね、やはりそれを考えさせ、習慣化し、定着させていくという、このですね、関連性、関係性というものを通してですね、実務面で取り行っていくことが、こういった漏洩防止のポイントになろうかと思います。以上で本日の労務相談 Q&A を終わらさせていただきます。